第1章、序章、アイコンストラクションの歩みと 2.0 への期待。2016年度に国土交通省がスタートさせたアイコンストラクションは ICT 建設機械や UAV などを活用して施工現場を効率化する取り組みでした。しかし、人口減少や高齢化が進み、台風や豪雨などの自然災害が激甚化する中で、従来の仕組みだけでは持続可能なインフラ整備が難しくなってきています。そこで2024年4月に新たなロードマップとしてアイコンストラクション 2.0 が発表されました。これは建設現場を2040年度までに少なくとも3割省人化し、生産性を 1.5 倍に向上させることを目標に、現場のオートメーション化を段階的に進める計画です。第2章、進化する DX、アイコンストラクション 1.0 から 2.0 へ。アイコンストラクションは ICT 指向の導入や UAV 測量、3D 設計モデルの活用といった施策を通じて業界の DX を牽引してきました。しかし、業界には依然として人手不足、安全性の確保、書類の多さなどの課題が残っていました。2.0 では 1.0 で培った ICT 指向をベースにさらなる自動化、遠隔化を導入し、データの連携、施工管理まで含めた総合的な改革へと進化します。この変革は単なる ICT 化の延長ではなく、建設産業全体の構造改革を支える DX 政策と位置づけられています。第3章、アイコンストラクション 2.0 の全体像と3つの柱。アイコンストラクション 2.0 は、建設現場の省人化と生産性向上を図るために3つの柱を掲げています。施工のオートメーション化、AI を用いて自動生成された施工計画に基づき、1人のオペレータが複数の検機を制御できる環境を構築します。自動施工の安全ルールやメーカー間共通の制御信号を策定し、遠隔検機の普及を進めることが盛り込まれています。データ連携のオートメーション化、調査、設計、施工、維持管理の全工程をデジタル化し、ビムシムによる 3D モデルで一元管理することで、データ入力の重複や紙書類を削減します。必要な情報を関係者間でリアルタイムに共有し、業務効率を大幅に高めることが狙いです。施工管理のオートメーション化、現場監督検査や出来系確認をリモートで実施できる仕組みを整えます。デジタルカメラや AR 技術を活用した画像解析によって背筋や出来型の確認を行い、プレキャスト製品の活用や高速ネットワーク整備によりオフサイト化を推進します。これら3本柱を推進することで、少ない人数で安全に、快適な環境で働ける建設現場を実現することが期待されています。第4章、施工のオートメーション化、遠隔、自立施工の最前線、4.1 遠隔施工の拡大。2024年度、国土交通省発注工事のうち21件で遠隔施工技術が導入され、災害復旧現場に限られていた遠隔施工が通常工事へ拡大しました。特に成瀬ダムでは、約 400km 離れた操作拠点から3名の IT パイロットが14台の建設機械を昼夜連続で遠隔監視、自動運転し、省人化と安全性の両立を実証しました。2025年には山岳トンネル新設工事4件で自動施工の施工が予定されており、遠隔操作や検機自動運転、AI による施工計画などの提案が求められています。4.2 自動施工と安全ルール。自動施工技術はまだ開発途上であり、現時点では導入できる工種や条件が限られています。国土交通省は、建設機械施工の自動化、自立化協議会を設置し、国立研究開発法人土木研究所の実験フィールド等で安全ルールを策定しました。2024年度には、安全ルールを実際の工事で施行するとともに、
自動検機の機能要件や思考管理要領の策定に取り組んでいます。自動思考の基盤づくりとして、異なるメーカーの検機を同じプログラムで動作させる共通制御信号の策定や、誰でも使える自律思考技術基盤オペラの整備が進められています。4.3 通信技術と遠隔操縦。高度な遠隔思考には高速で低遅延の通信が不可欠です。2025年6月には衛星インターネット、スターリンクミニを用い、北海道と茨城県という約 900km 離れた拠点間で2台の検機を同時に遠隔操縦する実験が成功しました。A4 サイズの端末と独自エンコーダによって、高解像度映像を低遅延で伝送し、通信インフラが乏しい地域でも遠隔思考が可能であることが示されました。4.4 長期運用実験。安藤狭間は2025年6月、自動運転ショベルの2ヶ月連続運用試験を実施し、無人での掘削作業や工程の精進化、安全性確保が確認されました。長期運用でもトラブルがなく、実建設現場への本格導入に向けた大きな前進となっています。今後は山岳トンネルや大規模土工現場など、より複雑な現場への展開が期待されています。第5章。データ連携とデジタルツイン、情報の一元管理と可視化。ビムシムを使ったデータ連携のオートメーション化は、設計から思考、維持管理までの全フローを 3D モデルで統合し、必要な情報をリアルタイムに共有できる環境を整備することが目的です。同じデータを繰り返し入力する作業を排除し、紙資料の削減と効率化を進めます。5.1 ビムシムの標準化と契約図書化。ビムシムは2023年度から原則適用が始まりましたが、2次元図面と3次元モデルが連動していないため、工事の契約図書として活用できていません。国土交通省は積算システムの改良や 3D モデル標準化の目標期限を明確にし、2026年度を目標に 3D モデルの数量を直接積算に活用できる環境を整備します。2025年度はビムシムや3次元モデルを契約図書として活用するロードマップが公表され、AR 技術を活用した現場投影や管理図表のペーパーレス化を進める計画です。5.2 デジタルツインと AR 活用。山岳トンネルのデジタルツインプラットフォームの構築では、ユニティと ROS を連携させ、仮想空間にトンネルを再現し、現場の環境データや人、重機の位置データをリアルタイムに取り込んで可視化するシステムが実用化されています。こうしたデジタルツインは、現場の状況把握や安全確認、ルートシミュレーションに活用され、工程管理の精度向上に貢献しています。AR 技術で3次元管理データを現地に投影する取り組みも進み、出来系管理や検査の効率化が期待されています。5.3 データ共有プラットフォームと API。自動思考に必要な思考データを集約し活用するため、国は共通データ環境、思考データプラットフォームを整備しています。2024年度にはデータ活用による作業待ち防止や工程調整、最適な要員配置の効果を検証する試行工事が行われ、思考データプラットフォームの構築に向けたデータ集約が進められました。このプラットフォームは API 連携によって異なる機械から得られる思考データを統一的に扱い、リアルタイムで取得、共有することを可能にします。第6章。思考管理のオートメーション化、リモート化とオフサイト化。思考管理のオートメーション化では、監督や検査などの確認行為をリモートで行えるようにし、現場以外からでも思考管理ができる仕組みを整えます。遠隔臨場の活用を検査にも適用し、コンクリート構造物の背筋確認にはデジタルカメラで撮影した画像解析技術を使用します。プレキャスト製品の利用拡大や高速ネットワークの整備も進められ、オフサイト化により作業環境の安全性と効率が向上します。2025年度には AR 活用による思考管理 DX が計画されており、3次元データを現場に投影して出来型、進捗を視覚化することで、
リモート監督検査の精度がさらに高まることが期待されています。海洋工事では AI を駆使した海底測量の省力化や自律型重機の配置など、海上分野の DX 強化も進められます。第7章、担い手育成と新たな働き方。アイコンストラクション 2.0 は技術だけでなく人材育成にも注力しています。2025年度には、自動思考や遠隔思考に必要な技術知識と DX スキルを持つ自動思考コーディネーターの育成プログラムが全国展開されます。また、ICT 重機の操作や現場管理に精通した機械思考オペレーターのスキル標準化と育成も進められており、中小建設企業への DX 導入支援が強化されます。遠隔思考オペレーターなど新たな職種が登場し、リモートでの操作やデータ分析が中心となる働き方が広がっていきます。現場の安全性向上と働き方改革を両立させるためには、こうした人材育成と教育プログラムの充実が不可欠です。若手や女性、異業種からの参入を促し、多様な人材が活躍できる環境づくりが目指されています。第8章、未来へのロードマップ。2040年に向けて、アイコンストラクション 2.0 では短期5年以内、中期10年程度、長期15年程度のロードマップが策定されており、リアルタイムデータの活用から大規模現場での自動思考、最適思考まで段階的に実現していく方針です。2024年度はリアルタイムデータの活用、2025年度には山岳トンネルでの自動思考や AR 活用、担い手育成が計画されています。2026年度以降は大規模土工現場への本格導入が進み、中小企業や小規模現場への普及も重要なテーマとなります。AR、デジタルツイン、AI 活用の進化、データ標準化と契約図書化、新たな人材像の確立などが並行して進み、業界全体のスマート化が加速しています。建設現場の生産性革命を実現するためには、技術開発だけでなく制度整備や教育、関係者間の連携が不可欠です。2024年の成果と課題を踏まえ、2025年から2040年にかけてアイコンストラクション 2.0 が描くスマート建設の未来がどのように実現されていくのか注目されます。第9章、課題と展望。技術と現場のギャップを埋める。アイコンストラクション 2.0 の実現には多くの課題も存在します。まず、通信インフラの整備と安全ルールの標準化が不可欠です。遠隔思考や自動運転検機を実現するには、高速、大容量、低遅延のネットワークが必要であり、山間部や海上工事など通信環境が整っていない場所では衛星通信などの導入が求められます。また、異なるメーカーの検機を共通制御信号で動かすための標準化や、AI による思考計画に対する信頼性の確保といった技術的課題もあります。データ連携面では、3D モデルと 2D 図面の整合性や属性標準化、情報共有のセキュリティ確保などが課題となります。思考管理のリモート化においては、現場の臨場感や判断力をデジタルで補う仕組み作りが欠かせません。人材面では、DX スキルを持つコーディネーターや遠隔オペレーターの育成が急務であり、現場の抵抗感や教育コストを乗り越える必要があります。それでも、アイコンストラクション 2.0 が示す未来には希望が満ちています。少子高齢化が進む日本において、テクノロジーを生かした省人化と安全性向上は建設業の持続可能性を高める鍵となります。遠隔思考やデジタルツインは危険な現場から作業員を解放し、データの一元管理は業務負荷を軽減しながら品質向上を実現します。政府、企業、研究機関が連携し、標準化と実証を積み重ねることで、2040年に描かれた目標は現実のものとなるでしょう。第10章、技術士、建設コンサルタントとしての視点。建設コンサルタントや技術士を目指す人にとって、アイコンストラクション 2.0 は単なる政策ではなく、
業務の在り方そのものを変える革新です。施行計画や設計時にビムシムを活用すること、現場管理にデジタルツインや AR を組み込むこと、遠隔施行の安全計画や通信設計を検討することなど、従来の知識に加えて幅広い DX スキルが求められます。技術士試験では、社会背景や技術の経緯、課題、解決策を総合的に整理して説明する力が問われます。今回紹介したアイコンストラクション 2.0 の経緯や具体的な施策、施行事例を学び、自らの専門分野でどのように活用できるかを考えることが、技術士としての力量向上につながります。業界の未来は急速に変化していますが、建設技術者に必要なのは、変化に対する適応力と、現場とデジタルをつなぐ力です。アイコンストラクション 2.0 は、そのための道しるべとなるでしょう。